連携住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。今回のお話は私が子供の頃のお話なんですけれども、私が子供の頃、この京都の町には駄菓子屋さんがたくさんあったんですね。私の家では1日50円のお小遣いをもらって、この50円を握りしめて駄菓子屋さんへ行くわけですけれども、やがて私が小学校の4年生、5年生あたりになった頃ですかね、ガチャガチャっていうものが流行り始めるんです。このガチャガチャをするためには50円ではできないんです。最初の頃は20円でできたんですけども、どんどんと性能も上がってきて、中に入っているものが、高価なものとなって、やがて100円ないとこのガチャガチャができないんですね。で、100円をなんとか手に入れるためにですね、親に交渉するんですけれども、いやいや、1日50円しかあんたにはお小遣いあげませんって言われて、友達とですね、この50円、なんとか100円に増やす方法ないかななんて話をしてた。そうしますと、私の一人の友人が、毎日のように100円持ってくる子がいるんですね。あれお前、なんかお小遣いあげてもらったの？そう言うと、いやいや、最近貿易を始めたって言うんです。貿易？子供ながらに、貿易どういうこと？そう聞きますと、いや、実は近所におじいちゃんおばあちゃんが住んでいて、両親から50円もらった後、おじいちゃんおばあちゃんのところにも50円ちょうだいって行く。彼をこのこと貿易というふうに呼んでたんですけども、実際貿易ではないんですけども。でもそうやって100円玉を握りしめてくるわけですね。で、いいなぁ。私のところはおじいちゃんおばあちゃん一緒に暮らしてるから、なかなかおばあちゃん、おじいちゃんに言うと、すぐ両親に見つかってしまうんですよね。で、あの友人は考えたなぁなんて思ってますと、この友人がしばらくして、いや、最近鎖国になったよって言うんです。要するに親に見つかっておじいちゃんおばあちゃんにも50円がもらえなくなったんですね。で、みんなで50円玉を握りしめて、今日はどうするなんて話をしてると、いつも仲のいい、小山くん、上野くん、桑田くん、この4人がいるんですけど、この4人で50円握りしめて、なんとか100円に増やす方法ないかな、うろうろしてますと、ちょうど向かいから、大西さんというおばさんが歩いてこられたんですね。この大西さん、お姉ちゃんが一人娘でいるんですけれども、私たちよりも、4個か5個年上の方だったんですけど、そのお姉ちゃんのお母さんですね、が歩いてこられたんです。あ、大西のおばちゃんや。私たちは顔見知りでしたから、あ、大西のおばちゃんこんにちは。適当にですね、大西のおばちゃんよかったら僕らに50円ずつくれへん。そう言ったんですね。そうすると大西のおばあちゃんが、ああ、そうか。50円欲しいの。お菓子買うの？わかったわかった。私たち4人に50円ずつくれるんですよね。で、ありがとうおばあちゃん。おばあちゃんじゃあこれでガチャガチャさせてもらうねって言ったら、好きにし楽しみな。帰っていかれるその後ろ姿を見て、私少し違和感を感じた。大西のおばちゃん今日顔色悪くなかった？友達に言うと、そう言われたらなんかちょっと青白かったな。しかもいつもよりもなんか元気がなかったように感じたな。そんな話を4人でするんですけれども、そんなことはいいやん。とりあえずみんなでガチャガチャしに行こうということでガチャガチャしに行くわけですね。やるんですけれども、目当てのものが当たらなくて、なんかもうまたいつも持ってるやつかなんて話をしながら見てたんですけれども、そこでふと4人我に返ってですね、なんか大西のおばちゃんそう言ったらさっき元気なかったのもしかしてお腹減ってたん違うかな。小学生のことですから、なんとなく元気がないのは食べ物がないからだ。そんな風に直結したわけですね。もしかしたら200円もあればパン買えたのに。もしかしたらおばちゃんがご飯を食べようと思ってた200円を僕らがもらったのかもしれん。なんとなく私たち4人罪悪感に溢れてきた。次の日になって50円また親からもらうんですけれども、なんとなくこの50円大西のおばちゃんに返しに行かへん？そんな話になったんですね。で、せや、今日はもうじゃあ、駄菓子我慢して、大西のおばちゃんに返しに行こうということで、おばちゃんの家を探すんですけれども、私も、2つ上の兄がいて、その兄よりも年上のお姉ちゃんの家ですから、あまりうっすらとしか覚えてなかった、うろうろして、確かここら辺だったんけどな、みんなで表札を見ながらね、大西という表札ないかな、うろうろするんですけども、なかなか見つからないんですね。ミキ君本当にこの辺かって言われて、確かお兄ちゃんと前に来たことがあってこの辺やったと思うんやけど、確かおばちゃんの家にも上がらせてもらった。
おばちゃんとお姉ちゃん2人暮らし、いわゆる母子家庭ですね。で暮らしてられて、それだけが記憶にあって、表玄関がよくわからんな、うろうろしてますと、向こうからちょうど大西のお姉ちゃんが歩いてきたんですね。あ、見て見て、大西のお姉ちゃんや。みんなでわーっと行って、お姉ちゃんのところに行って、お姉ちゃんちょっといい？どうしたの？いや、実は大西のおばちゃんからみんな50円ずつもらったんやけど、なんか大西のおばちゃん元気がなくって顔色も悪かったからお腹減ってたん違うかな。そのなんかパンを買おうとしてたお金を僕らにくれたのかもしれんから、もしよかったらお姉ちゃんからおばちゃんに返しといてくれへんかな。みんなで50円ずつお姉ちゃんに預けましてね。そうしますとお姉ちゃんが、そう、おばちゃん元気ないやろ？最近ちょっと落ち込んでんねん。ああ、そうなん。そんな話をするわけですね。そしたらお姉ちゃんがこう言うんです。私の家、ほら、このあと4軒先へ、ああ、そうかそうか、あそこやったか、なんて話をしたら、ミキ君たちたまにでいいから、大西のおばちゃんのところの家に来てくれへん？そう言うんですね。行ってもいいけどなんで？もしよかったらおばちゃんと一緒にご飯をみんなで食べへん？そう言うんですね。で、いいよいいよ。じゃあ、ご飯もらえるんなら僕ら、毎週のように行くけどって言うと、ぜひぜひ来て来て。そう言ってくれるんですね。で、わかった。じゃあ、お姉ちゃんとりあえず、その50円預けたからおばちゃんに返しといてねって言って、私たちそのまま帰った。次の日になって、またみんなで50円を握りしめて、近くの駄菓子屋さんに行きますと、ちょうどその駄菓子屋さんの前の通りを大西のおばちゃんが歩いてきたんですね。で、大西のおばちゃんや。おーい、大西のおばちゃん。こんにちは。昨日お姉ちゃんに50円渡しといたけど、おばちゃんもらった？そう言ったら、この大西のおばちゃんが、どういうこと？いや、なんか、おばちゃん元気ないからご飯食べてへんのかなと思って家まで返しに行ったけど、家がわからなくてお姉ちゃんに預けたんやけど、お姉ちゃんに返してもらったって言うと、おばちゃんこう言うんですね。いや、お姉ちゃんから返してもらってない。お姉ちゃんにでも渡したの？もう一度聞かれて、渡したよって言うと、わーっと泣きながらその場で崩れ落ちたんです。それを見た私の友人もおばちゃんの背中をさすりながら、ああそうか、200円お姉ちゃんに取られたんかな、僕らからちゃんと言うからって言ったら、おばちゃんこう答えたんです。もう数年前にお姉ちゃん死んでしまってるんよ。そう言うんですね。でも私たち4人は確実に会いましたから、いやいやそんなわけないよ、昨日だって僕ら50円お姉ちゃんに預けたもんって言うと、おばちゃんは泣きながら、そうかそうか、ありがとう、お姉ちゃんともしかしたら本当に会ったのかもしれんね、でもお姉ちゃん実はもう本当に死んでいない、そう言うんです。そして証拠を見せるために私たちをお墓に連れていくって言うんです。ちょうど私の生まれ育った小学校の隣がお墓なんですけれども、そこへ私たち4人とおばちゃんと一緒に行きましてね、このお姉ちゃんのお墓というもの前へ行くわけです。おばちゃんこう言うんです。いや実は数年前病気でお姉ちゃん亡くなって、今ここにお骨が納められてるんや、みんなでよかったら手を合わせてあげてもらえないかなって言われるんで、私たちは半信半疑のまま手を合わせた。そうするとお墓の段のところに何かキラキラ光るんですね。よく見ると50円玉が4枚並んでたんです。そうか、亡くなったお姉ちゃんはやっぱりここにいて僕たちの50円を預かってここへ置いたのか、そう改めて感じたんですね。で、そういえばお姉ちゃんこう言ってたよ。最近おばちゃん元気がないからよかったらご飯一緒に食べてあげて。お姉ちゃんどうもおばちゃんのこと心配してるよ。そう言うと、そうかそうか、分かった分かった。いつまでも落ち込んでるんでなくて、私元気出してこれから生きていくね。そしてその50円玉4枚を取り上げて自分のポケットに入れて、生涯これをお守りにするねって言って、おばちゃんは帰っていかれたんですけれども、こんな体験が、小学校の頃ですからね、記憶もあやふやなんですけれども、たまにこの4人が集まると、この話で盛り上がったりするんです。ですからやはりあれは現実にあったんではないかなと今も思ってるんですが、亡くなられた方っていうのはもちろん悲しい。生きてる私たちと別れ別れになるわけですから悲しいんですけれども、亡くなった方が一番悲しいのは、もしかするとこの世とあの世で別れてしまう、
この離別の悲しみだけではないように思うんです。亡くなられた方が一番悲しいのは、今現在生きている、その生きている人たちが悲しい、その姿を見ることの方がより悲しいんではないかなというふうに思いますね。ですから大西のおばちゃんも今は元気にされてますし、亡くなったお姉ちゃんもその姿を見て、やはり同じように元気になっていただいてるんではないかなというふうに思います。愛別離苦と言いますけれども、愛する人と別れた悲しみ、これは人間同士だけではなくて、ペットちゃんなんかもそうですけれども、亡くなられた悲しみがある方はですね、どうかいつまでも嘆き悲しんでいるんではなくって、元気な姿を亡くなった方に見ていただけるように生活していっていただけたらなというふうに思います。ということで本日も怪談説法をこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。